ほらこんな感じ。食べて元気になってもらう。美味しかったで言うてもらったらやっぱこっちも力になるし。これピーマン。今日はピーマンよさと忙しいぞ。でこっちよしよしよし。このヒゲの数だけあれやねんて、実がなるんやって。だからトウモロコシで枝豆が好きやから作ってんねん。20歳から農業してるんですよ。農業歴41年になりました。もらったやつやけどね。こうやって引いてんだよね。こう土に返すっていうのもそれ大事なことなんですよ。昼まで農業で昼から風呂や。ちょっと変わった農家なんですよ。トウモロコシ湯がいて食べる朝飯。朝ごはん。母親が家庭菜園で作ったトウモロコシを台所に並べてくれて、それ食べたのがめっちゃ美味しかったんよ。あ、俺こういうの作りたいと思って。どうですか。太陽の光と一緒で。親父があんた病気になってほんで農業せなあかんことになっちゃって、だから10年必死で覚えたね。なんか親父が死ぬまで10年あったけど本人は何にも言えへんかったけど抗がん剤とかそんなもん苦しかったんちゃうかなと思うんだけどね。だから人生も一緒なんですよ。一歩ずつですわ。七転び八起き言葉があるやん。たまに崖からこれが落ちるけどね、またそこからまた這い上がっていったよね。ちっちゃい赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでね、全員がね元気になってまたそれでいいかなと思ってます。燃えるゴミの日でこれピーマン。ピーマンで今車乗ってハウス行きます。今からはパートさんにこれ段取り言うてしてもらうオーダーをこう書いてるんですよ。でこう朝から取ってもらって収穫ね、リスクを分散させてるんです。このハウスだけでもニラ、モロヘイヤ、ツルムサキ、ネギとかね、で向こうのハウスやったらトウモロコシ、枝豆、いろんなこう作っとかんことには。これもらったやつやねんけどね、ええ匂いするでしょ。めちゃくちゃええ匂いする。ええ匂いするでしょ。コーヒー屋さんでもらった豆をこうやって引いてんだよ。コーヒーの豆これもらったやつやねんけどね、草抑えと、肥料と微生物の住みかになったりするわけ。こう土に返すっていうのももそれ大事なことなんですよ。微生物が分解してくれるわけ。それとやっぱり燃やすと化石燃料を使うから大気も汚れるしあまり良くないですよね。その焙煎したやつはね、兼ねたやつ、コーヒー屋さんがいろんな国のやつのアフリカやらインドネシアやらアメリカの中南米とかあの辺のね、山には海にないミネラルがものすごい豊富でね、そういうものをまたこう山に戻して返してあげるというか、そうするとこう野菜も喜ぶわけ。そういう土の中におってこうやったらもう1週間2週間で分解してまうよ。分解される。分解してる。すごい。ここにいるんですか？ここにね1億ほど何億でおんねんで微生物が。森の掃除や地球の掃除やですわ。次はどこ行かれるんですか？次もう一つのハウスまた段取り。ちなみにどういう、なんていうコーヒー屋さんですか？今日多分行くと思うんだけど、大山寺コーヒーって大山寺のところにあるコーヒー屋さんなんですけど、要は家の生ゴミとかも本当全部リサイクルしたらええんやけどね、今現在化石燃料に頼りすぎとうから中東情勢がちょっと悪くなったらプラスチックがやっぱ入ってくれへんかったりいろんなことが起こるじゃないですか。ガソリンとかもそうやしね。
プルプル。これ、ほら。こんな、こんなあかんわ。ほら、こんな感じ。買いに来てもらう農業を目指して、要はこういう胸くのものを食べて元気になってもらう。元気になってもらうのが主軸ですんでね。かよりちゃんが、ほら、ね。かよりちゃん、どこ行った？どこ行った？あれ？ほらほら、おった。土ガエル。土ガエル。うん。今からトウモロコシ収穫します。このヒゲの数だけあれやねんて、実がなるんやって。あ、ヒゲの数だけ。そう、ヒゲの数がトウモロコシ一個一個こう。これが枝豆わかる？お豆さん入ってんのほら。これ枝豆ほら。黒豆なんですよ。あ、黒豆ですか。割と今の時期美味しいね。だからトウモロコシと枝豆が好きやから作ってんね。子供も大好き。母親が家庭菜園で作ったトウモロコシを台所に並べてくれて、それ食べたのがめっちゃ美味しかったんよ。家庭菜園やったからほったらかしやったやつを、俺こういうの作りたいと思って、それで無農薬にしようかなと思ったり、バラバラじゃないですか、考え方もね、環境も。だからそれでええと思うね、個性があって。あとでちょっと味見してみますか。はい、今からちょっとゴミ拾いしながら行きます。このタバコのカスとかね、やっぱりみんな捨てるわけよ。なんかきれいにして日本人はマナーええ言うて世界でもね褒められとうから、そういうところをやっぱり伸ばして、それも普段からやっぱりしていかない意味ないよね。きれいにしたら気持ちいいかなと思って、ゴミ拾いしてね、自分の街をきれいにしていくというかね、気持ちがすっきりするんですよ。なんかこう嬉しく楽しくなんでね、汚いもんさってみんな嫌がんねんけど、終わった後すっきりするっていうのはね、神様のご褒美やねんって。でもほらゴミあるんよ、こうやってほら、わかる？これもほらタバコね、でこれも川に流れていっちゃうからね。で川から今度海に行くもんね。こういうゴミを将来的にどうするかやね。ほんまもっともっとリサイクルするとかね、なんか考えてみる。よいしょ。ちょっとね、ありがとう言うて気持ちやね。いつも声はかけへんけどね。洗ったけど。これ今ね、オクラとナスビとピーマンで、ここは稲の苗作っとって、でそこはニラ植わっとるでしょ。こんな感じで、ちょっとこれこの角がこう硬いかもわからんね。これやったら硬すぎんねん。これやったらあかんねん。硬いってことですか。そう、硬い。硬くてね、食べられへん。これぐらい一枚かな。うち的には、大きさ的にも。これ食べてみて、生で。生で食べるし、湯がいてもいいんだけどね、生でも美味しいよ。トウモロコシ湯がいて食べる？朝飯。ああ、これも割といいっすよ、これ。朝ごはんで食べるし。
今日こんだけこれだけ。これだけ今日また取り始めで掃除しながらやからもう今日こんだけほらこれどうですか。これピーマンピーマン。ピーマン今日はピーマンよさん取れるこれ忙しいぞえらいこっちよいしょよいしょこれ収穫でねちょっとったら忘れてもやろほら沸騰しとるやんちょっと煮込みすぎたわあちょっとスイートコーンやからねなんちゅうかな取ってほんま一日以内に食べた方が美味しいんですよこの取りたて食べるってなかなかないと思うこれ1日以内に食べた方が美味しい。美味しいスイートコーンまあよくて3日以内かな、普段は生で食べますよわかんない生で食べるんですか。生も食べますよ美味しい言うてまた嬉しいよねだから奥さんの手料理も美味しいって言うてあげてね言葉を発するって無料ですからここは何があるんですか。これ畑で今はモロヘイヤとか結構あります。はい。三角の袋がない。ここは何がこれ生えてる。キュウリなんですよ。ちょっとこういうスーヨってちょっとこのイボイボの多いキュウリやねんけど、ザラザラの方はね。ザラザラ美味しいやね。これシャキッとしてもろみと食べたら最高やね。小松さんはいつも何担当なんですか。今日はモロヘイヤですけど、うちは味噌汁なんかに入れたら美味しいですね。葉っぱが大きかったりとか、はい、私的にはその美味しそうなやつとか美味しそうなやつ、はい、ここはまだちょっとバッタ等で虫に食われてないんで収穫はしやすいですけど、65ですけど、体が続く限りは畑仕事いいなと思って。森野さん、ありましたありました。はい、普段袋ちょっと入れます。1回目、はいはい、でまだ足らなかったら取りに行きます。ね、もともとうちの野菜買ってくれよってあ、もともとそうで退職多分されてお仕事手伝ってたいねんけど言うてくれて、もともと学校の先生ですごい元気で今ほんで奥様も一緒に手伝ってくれてるんですよ。ありがたい。農業で働く方のなんか共通点とかそうあります？ありますね。やっぱ自然が好きで土触るのが好きいう人がやっぱり続くね。厳しい世界やからな、おすすめもやれともよう言わんし、するなとも言われへんねんけども、アルバイトだけではやっていかれへんやろうしね。町の子が農業の世界に憧れてくれてもなかなか厳しい世界やと思いますわ。ほんま自然が好きだけでもなかなか難しいんやけど、僕も自然が好きなんですよ。海や山や好きやからね。だけど農業好きか言うたらってなる今になってやっと好きになってきたけど、若い頃はもう農業嫌でしゃあなかったもん。これは何をされてるんですか。これね、ナスビがなってきたらやっぱり土とか使うように木が倒れたらやっぱこう土にね傷いったり、やっぱ砂ついたりするんですよ。ちょっと小さいけどね、ちょっと傷ついたりしたらやっぱり、製品になれへんからね、棒を立てて木が倒れへんようにしてるんですよ。で綺麗に実がなるようにでちょっとこの芽を取ってあるとこの脇芽を取らんとね栄養がねいけへんんですよ。卒業してもすぐ20歳から農業してるんですよ。農業歴41年になりました。41年。41年親父があんた病気になって、ほんで農業せなあかんことになっちゃって、それとやっぱり親ががんになった間ほらやっぱりいつ死ぬかいうの分かれへんやん、倒れるか分かれへんから、教えとってもらわなあかんいうね、吸収せなあかんいう気持ちがあるやん。
親父が死ぬまで10年あったけど必死で覚えたよその10年は。61で亡くなったから48、9でがんになったんかな。で3回手術したけども10年の間でようなれへんし、本人は何にも言えへんかったけど抗がん剤とかそんなもん苦しかったんちゃうかなと思うんだけど、ね、今から考えりゃねしゃあなしにいておかしいけども農業をやることになったというか。もともともし働くとしたらどういうサラリーマン難しいこと言うね。どういう仕難しいこと言うね。事を。前やったらねあれやろな交通機動隊の白バイでも乗りたいよね。ああ、そういう系ですか。ああ。白バイで「うー」言うて「はいはい止まってください」言うて。なるほど。カットしてよそれ。わかりました。熱消毒で土を消毒しようわけ。これ普通のハウスやってんけどこの夏の間ねちょっとハウスを締め切って水をたっぷりやってほんでビニールを引いて、2ヶ月ぐらいほったらかしにすんねん。めっちゃええのができるんですよ。草が1年ぐらいあんまり生えへんし草種が死滅していいのができるというか。パズさんに草引きするのも大変な作業やからこっちの方がええかな思って。でもまあ今中東情勢が悪いからビニールがめっちゃ値上がりしてんねんやんか。だから経費的にね大変な部分もあるし野菜ももうちょっとそれ分プラスになったらええねんけどなかなか難しいね。よいしょ。袋入れのビニールの倍やもんな。やっぱり化石燃料がけえへん言うたら何もかも資材も何もかもが値上がりするもんね。かなりもうこれからめっちゃ影響出ると思いますよ。しゃあないこんなんだちっちゃな星でみんな仲良せなあかんで。よいしょ。昼まで農業で昼から風呂やちょっと変わった農家なんですここってね酵素風呂なんですよ。米ぬかを発酵させてるんですよ。米ぬかを。米ぬかをちょっとこんな感じでほろあったかい感じやね。あったかいでしょ。高い。はい。何度ぐらいあるんですか。60度ぐらいあると思う。99% ぬかで、あとまあカニ殻とか海藻とか、これでね2005年からやってるんですよ。だから今で、21年か。これを冷めとんですよ。これ冷たいんですよ。これをほんで肥料にしてますね。要は微生物が大事なんやね。で土にすることによって分泌物を野菜が吸って野菜が元気になるというか。言ってくどう思ったね。まあこれも今日は置いとくわここで。あ、これが肥料ですか。これが肥料なんですよ。空気と水と米ぬかと微生物の力で。やっぱもう入った後ってもうめちゃくちゃ汗出ます。めっちゃ出ます。入って汗が出て、まあちょっと汗かくとすっきりするねんね。でデトックスという軽くなった人多いね。でよう寝れた人もあるね。人に喜んでもらうの大事やね。美味しかったって言うてもらったらやっぱこっちも力になるし、でコース風呂でも気持ちよかったですってよく寝れましたって言ったら嬉しいし、まあそういう感じで経営的に成り立っていったらいいかなと思ってね。野菜も病気になるやん。目に見えへん根っこのところ土のところをやっぱり直してあげたら野菜も元気になっていくよね。土の状態を良くしていくと上が良くなっていくというか、人間も精神的に良くなっていくと運命も良くなっていくというかね。僕らただただお手伝いするだけでも見えへんものほど大事やなって思う。よろしくお願いします。ちょっと冷たいの持ってきました。これは
紅茶。こちらですか。今作ったやつやね、今の野菜で。これ今のちょっと入れていきますね。今の野菜で。今の野菜です。今取ったばっかりの。うちのばっかりなんですけど、ピーマンと玉ねぎ、オクラと夏野菜のカレーあるもんでやっちゃったんですけど、すいません。即席でごめんなさいね。すぐ入れちゃいますね。よかったらオクラも入れとこう。よいしょ。はい、取れたてのやつです。さっきの全部今日取ってきた野菜の。よいしょ。すいません。どうぞどうぞ。これはもう全部うん米も、うん自家製。自家製ちょうど取れた。うんそう面白いねようかまなかんね今飲み込んだよね100回噛みますこれ一応肥料ね学園南店の肥料今からはもう配達で第三次コーヒーさんっていうところでちょっと野菜出したりめぐみの里の学園南店に持っていこうかなと思ってます季節の野菜を持っていきます。今日はね、黒豆とニラを持ってきました。ここが11年ぐらいになるんですけど、その時から持ってきてます。なんか1個ご縁がいただけたら結構ずっとどこも長いことおかげさまで続いてます。こんにちは、お邪魔します。ここに野菜を貸してもらってます。はい。10年以来のお付き合いです。私はコーヒー飲んだりパン買ったりするというちょっとおまけ付きなんです。今日はもうパンを。はい、もうパン買っちゃいました。ここでね、このコーヒーかすとか出たやつを持って帰ったりしてお店に出るものを土に返していってます。これなんですけど、先ほどオーナーが焙煎した、豆の中でハンドピックって言ってダメ豆ですね。もう販売できないのでこうやって集めたものを森野さんにお渡ししております。いろいろ試行錯誤して、はい、で結局土に草抑えやったりとかいろんなもの使えるってことが分かって、はい、なんかそう循環してる感じが私もありがたいですね。あれちょっと見にくいんですけど、豆の焙煎した後の薄皮、あれはね結構入れる農家さん多いんですよ。薄皮。焙煎する焙煎してこれもいい香りが、いい香りが。豆の皮ですね。生豆から出たものなので別にそのゴミとして扱うにはもったいなくて、もう僕たちは森野さんにお預けしてまた土に返していただくというサイクルをお願いしてます。コーヒー業界もこういうハンドピックしたダメな豆とか、あとはこういうどうしても焙煎の過程で出てくるものとかっていうのを工夫してこう世のためになることにしたいなと思うので、どうにかこう再利用の方法とかを私たちはよく考えるんですけど、森野農園さんとかに使っていただいて地球に戻るようなことにならないかっていうのをご相談させていただいて、それをうまくやっていただいているので私たちはすごく助かってます。今からはもう配達で配送センター言ってねそこに持っていくとほとんどの店舗に配っていってもらえるんですけどまあめぐみさとさん13、14年お世話になっとうなめぐみさとさん出しとう人が近くにおってめぐみさとってどうなんって言ったら割といいよって言うてくれたからほんなら出そうか言うて学園南店に初めて行ったんかな。今は何をやってるんですか。これね
ニラの値段をつけてこれを貼っていくんです今から。ママこれ貼ってくれる？ちょっと俺用紙忘れてた。ありますね。こんだけの店飛ばしてくれるわけ。奈良、これ奈良やろ。新庄、大師、これも奈良、斑鳩が和田山、竜王神戸。この上からこれがめぐみの里さんの子供やったらねシーチキンとかちょっとねサラダみたいにすると意外と美味しいんですよこれ。そんなに難しくはない。慣れたらね、明日の朝ね、お店に送ってくれて。で自分で持っていこうもったら大変やもんね。大事。爽やかな対応してくれるから、ほんまにありがたい。ちょっと時間にも余裕ができたし、そう送るところにもこう野菜のロスがなくなったというか、前まで溢れてきたもん捨てよったりしよってんけど、その捨てるのが少なくなったというか、ありがたいね。ありがたい。今直接店舗に学園南店にそうそう今学園南店に行くやつはもう、もうピチピチがじゃあ、ピチピチが並ぶ。店頭に並ぶと。そう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 。くれてくれていいよね。お世話になります。こんにちは。あと6枚お願いしますニラ。はい。これね、つる紫といって、これも夏のうちの野菜ですごく鉄分がいっぱい入ってて、お肉とかと炒めて食べたらすっごい美味しいです。表面がすごい柔らかくって、そうなんです。これがね、もうめちゃくちゃ美味しいんです。切って全部食べれます。さっと。こんな感じで。こうやってもう毎回開けてくれて、開けてくれるね。親切でしょ、優しいでしょ。もう自家製ポップですから。自家製ポップ。ちょっとだいぶ年季入ってるんで。自分である。ね、まあこれも今日は置いとくわここで。あ、これが肥料です。これが肥料なんですよ。これでこうね、森の農園って書いてある。やっぱりね、家庭菜園とか一坪農園とかでマンションやったらちょっとプランター方から電話してどういうふうに使用したらいいですかって年に 1,2 回かかってくるよ。これね、肥料と言いつつもね、微生物の塊なんですよ。だから微生物を入れることによってそのいったところで微生物がその分泌して、ほんでその野菜を吸うというか。まあでも消費者の方もまあね、ここに来て新しい新鮮な野菜食べていただいて元気になってもらいたいね。どの野菜であったとしても、それもちっちゃい赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでね、全員がね元気になってもらったらそれでいいかなと思ってます。これはいつの頃の写真？約10年前。もう10年後こうなったから。いやいや、やめとってやめとって。リアル。リアル。森野の M や。富士山登るのもね、一歩ずつですわ。ビヨーンとね飛び上がる人おれへんもんね。だから人生も一緒なんですよ。一歩ずつですわ。たまに崖からこれが落ちるけどね、またそこからまた這い上がっていったよね。七転び八起き言葉があるやん。7つ転んでも8つ起き上がってきたらそれでいいわけよ。農業人生でも七転び八起きは七転び八起きばっかりでまだ七転び七起きぐらいちゃうか。7起きぐらい。もうちょっとしたら立ち上がれるように頑張ってるんだけどね。